皆さんおはようございます。おはようございます。僕たちはハイエースで日本一周している夫婦です。現在群馬県です。道の駅川場田園プラザに来ております。朝の9時半頃ですが、早めに来すぎたこともあってか、お店はほとんど開いておりません。10時からオープンするレストランとかラーメン屋さんとか、本当にいろんな飲食店が入っている道の駅です。物産館の方には行って、こちら群馬の名物味噌パンを買ってきたので、こちらを朝ごはんにしたいと思います。飲食店がたくさん並んでるような印象で、ちょっとした公園みたいなところもあったりとか、結構敷地が広くて、子供連れのご家族にもすごく好まれる道の駅ではないのかなと思います。2023年に道の駅グランプリを取っております。風が強くて寒いので、さっさ食べて、群馬県の観光スポットに立ち寄りながら楽しんでいきたいと思います。はい、では今回もよろしくお願いします。すごい味噌。めっちゃ味噌。食べて味噌。食べてみる味噌。パンがふわふわで美味しい。パンが美味しい。塩辛めのしっかり味付いてる味噌。濃いね。寒いね。川場でプラザを後にしまして、最初は吹割の滝というところに行きたいと思います。はい、おー、すごい景色だ。今日の気温は12度と割と暖かめですが、風の影響で寒く感じるね。群馬県は割とアップダウンが激しい道だなというふうに思います。群馬も美味しいグルメもありますので、そちらは別の動画にてまとめさせてもらってます。ぜひそちらも見てください。はい、お願いします。滝一番近いって書いてるの有料じゃない？これ有料だよね、きっと。市営駐車場、ここからが遊歩道入り口だって。無料駐車場ってどれなんだ？やっぱ市営駐車場この有料しかなかったので、市営駐車場の無料に止めます。やっぱあそこだよね。ここってことだよね。そうみたい。到着です。ありがとうございます。はい、ここで左に曲がります。吹割の滝、はい、遊歩道入り口、はい、と歩くだけ。はい、山も冬仕様ですね。ねえ、もう草がない。寂しい感じになってきたね。こんな道行くんだ。降りるね。ようこそ吹割の滝へ。国指定天然記念物です。足元滑ります。気をつけて。こ辺夏はやってるのかな。ねえ、やってるっちゃろうね。アイスとかラーメン、まんじゅうって書いてて。おお、すごい見えてきました。足滑らせたら終わるね。気をつけようね。すごい水量だ。もうマイナスイオンがもうめっちゃ吹いてる。迫力がめっちゃ迫力ある。落ちていってるところの迫力がやばい。あれ飲み込まれたら終わるよね。怖い。そこ上がってこれないよ。怖いけどすごい綺麗ね。もう紅葉ではないから寂しい感じではあるけど、この岩の感じもかっこいい。旅しげの中にかっこよさがあるっていう感じですね。だからすごい山奥まで入らなくてもこれ見られるのいいね。そうだね。だいたい上流の上流みたいなところにありそうなイメージ。これか、吹割の滝。さっきのは間違えてた。マス飛びの滝だった。すげえ、滝が向かい合ってるぞ。ダイナミック。いやー、すごいね。これはすごいわ。ねえ、俺滝ってもうだいぶいろいろ見てきたし、まあって思ってたんです正直。これは初めての滝だった。すごいね。かっこいい。目の錯覚にやられる。なんかね、流れが速いからか逆向きに歩いていくと変な感じになってね。わかる。
流れが結構速くて全部あの中に吸い込まれていく感じがすごい。流れ速い上にこう水がさスライドしてるような場所もあったりしてからさ、面白い。簡単に足取られるだろうねこれね。いやー見てよかったわ。怖くもありすごい美しくもあり、本当によかった。この周辺が伊香保温泉です。今夕方の3時に入ってきたところです。温泉に入りに行きたいと思ってます。階段のところ登って温泉入ってって感じかな、もう日はね沈んできていますね、山の向こうに、寒くなりそう。無料駐車場っていうのは特に見つけられなかったので、市営駐車場が事前情報によると安いということだったので、そちらに止めようと思ってます。伊香保温泉いかほどなものか、いかほどか。久しぶりに出ましたね。今のうまかったと自分では思うんですけど、いかがでしょうか。いいと思います。ダジャレはいかほどか。もうそれはそんな何回もはいいんかなって思うんですけど。間もなく見えます。左手に温泉石段が見えると思います。ここですね。ここが有名なスポットです。駐車場がここは500円するっていうね。500円するから、もうちょい先行ったところの300円に止めたいと思う。2時間まで300円。2時間まで300円か。ちょっと温泉出た時にプラス100円ぐらいになってる可能性はあるけど、まあいいんじゃない。その後100円ずつかな。1時間ごとに100円やね。じゃあいいか。まあ割と安い駐車場なんだって、こんな感じ。そうなんだ。余裕があるからいいね。ここです。伊香保温泉にちょっとしたモニュメントみたいなのがあるので、ここ登ってまいりますね。結構周辺にいろいろあるっぽいね。ロープウェイとかもあるんだね。ちゃんと三大うどん街とかもあるんだね。ミーソーうどんは食べてきました。美味しかったです。じゃあ階段を登っていきましょう。階段の真ん中に温泉が流れてるというね。昭和感のあるってゆりょうくんが言ってたけど、泥感あるね。泥感あるよね。冬だとなおさら。黄金色してますね。伊香保は湯の町として栄えてきました。伊香保温泉のシンボルである石段が誕生したのは天正4年です。そんな昔からあったんだ。織田信長とか徳川家康の自傷者治療のために使ってた目的があるみたい。なんかほんと群馬に来て階段に巡り合うことが多いわね。俺たちに運動しろと言わればかり。本当に。なんとも言えない光景。そこにね、下に射的があったんだよね。それであれかな、景品にしてるやつかな。そういうことね。なんかもう上の方、隙間という隙間に埋め込まれて顔つぶしちゃってる。ここが今日入ろうと思ってる石段の湯です。こちらです。大人800円。頭も洗いたかったので、シャンプーとかが使える温泉はここかなと思って。そうだね。こちらに入る予定です。入る予定です。伊香保温泉は食べ歩きしながら休憩しながら行くようなところなんだね。結構階段きついもん。射的できちゃうっていうところからね。輪投げとかもあったり、夜も楽しそうだね。これもしかして温泉だ。面白いね。鉄が含まれてそうだね、この感じの気がするよね。まだ上までいっぱいある。長いね。途中に足湯もあります。鉄の湯だって。お土産屋さんも結構あるし、路地とかに最近のカフェがあるからいいよ、ね、若者でも楽しめるし。到着した。伊香保神社。ここが一番上です。365段制覇。疲れたね。疲れたね、さすがに。向こうの山が見えて綺麗だ。綺麗ね。夕日に照らされている。綺麗。綺麗。まだこれが3時台とは信じられない。ほんとね。冬って不思議だな。不思議ではないけど。じゃあこちらの神社でお参りして、ゆったり降りていきたいと思います。降りる時がね、また来るんだよね。膝には来るよね。膝とふくらはぎもまだ筋肉痛だから
もぐら駅にて負傷したふくらはぎがあるんで石段の湯すごくいいお湯でした。泉質が結局分からなかったんですけど、泉質表を見つけないまま私も入って何なんだろう、色もそう透明だったしね、無色透明で。そうだった。茶色っぽかったよ。茶色っぽかった、男性と女性で違うのかな。違うかな、わかんない。透明なんだなと思って私すくってこうやって見てたんだけど、全然だって茶色かったよこっちは。なんだって。とにかく内湯一つで温度もちょうどよくて、熱すぎなくてちょうどよかった。長く入ってられた、ずーっと入ってた、洗い場も6つぐらいでシャンプーとボディソープとありました。外気浴する場所があった。あったね。湯花がね、こう詰まってくると広くなっちゃう。そうなんですね。ちなみに泉質ってここなんですか？これは鉄分含んでるんですよね。やっぱ岩鉄泉ではあったのか。出てくる温泉は透明なんだけど、空気に触れると茶色くなるんですね。しちゃって茶色くなる。そうなんですね。ありがとうございます。これね、多分月1回2ヶ月に1回ぐらい掃除するのかな、全部こう。月に1回ぐらい。結構大変ですね、そうやって考えると。いいよ。掃除終わると本当抹茶なんですよ。そうなんだ。露天風呂行けばまだ茶色かな。上のですね。いい情報が聞けた。いや、感じたことはそんな間違ってなくてよかった。豆知識が知れて。いい温泉だった。ありがとうございます。ありがとうございます。知識も。はい、また来入りにます。来ます。群馬2日目です。おはようございます。おはようございます。群馬県の前橋市まで来ております。今日は焼きまんじゅうを食べにまずは進んでいるところなんですが、左手に宮崎辛麺ますもとがございます。食べたい。美味しいのかな。大きいね、ここのお店。群馬の皆さん食べたことある方はぜひコメントお待ちしてます。群馬まで来てるとは食べたくなるんですよね、つい。いや最近食べたいって話を何回もしたんだけど、嬉しいね、あんな大きな店舗で。宮崎県の増本に行きたい方は絶対に延岡市にある昭和町店というところに行ってください。そこがもう僕たち的には一番美味しいと思っています。宮崎県一美味しいとも思っています。もちろんそこが元祖なんですけどね、元祖のうちの元祖。いやー、いい朝でした。いい朝でした。先ほどスイちゃんのメンテナンスを2人で一生懸命してまして、10時にお店に着く予定ですが11時前になっちゃいました。彼女は団子を焼いているのかな。多分団子を焼いてます。まんじゅうか。失礼しました。いただきます。いただきます。てかこれまんじゅうかよ。すげえな。これ外して食べないと無理だよね。このまま食べてみる。出て使うんだね。こそのまま行こうよ。私の想像してるやつじゃなかった。違った。なんかこんな感じなんだ。なんかふわふわだ。ですね。この焼き目がちょっともちっと感があって、中がふわふわのまんじゅう、蒸しパンみたい。
わかる。蒸しパンだ。周りとのバランスが最高だ。これ味噌をつけてるのかってぐらいの味だね。田楽みたいな感じなんだけど、その味噌つけて炭で焼くっていう、甘味噌みたいなの塗ってあって、つけすぎてなくてちょうどいい。で、この味噌は昔は砂糖が高級品だったので甘くなかったらしいんですけど、明治10年ぐらいに砂糖の入った甘じょっぱいこの焼きまんじゅうができたそうです。昔はもっと砂糖使われてない時は大きくて、さらに6本串に刺さっていたそうです。わあ、これうまい。うまい。カリとかじゃないんだよね。焼かれてるところがめっちゃもちって感じに感じない。中もふわふわすぎないんだよね。これは美味しい。美味しすぎる。焼き方も完璧だね。すごいうまい。熱々の状態で出してくださる。焼きまんじゅうは最高でした。焼きまんじゅうめっちゃ美味しかった。まんじゅうの外側にお味噌がちょっと染み込んでるのも美味しくて、いや美味しかった。焼きたてっていうのがまた美味しかった。食べられてよかったね、あれは。もう右手に見えているんですけども、次はなんと県庁に行きます。群馬県庁です。なぜかと言いますと、無料で群馬県を見渡せる展望スポットがあるということなので、行きたいと思います。どんな景色が待っているのでしょうか。焼きまんじゅうから5分もしないところにあるから、なんか立派な駐車場に行く。2時間まで無料だって。おー、ちゃんと立中があるんだね。すげえ。群馬県庁すげえ。立中だ。おー、綺麗。ねえ。群馬って向こうに山が見えてるのもいいね。開けてるよね、かなり。開けてる。で、山に沿って少しずつ登っていってるじゃないけどさ。そんな感じだね。まもなく32階に着きます。コーヒースペースもあるし、あとラジオスペースまである。学習スペースみたいなのもまた別にあるみたい。展望ホールからの景色です。おー、建物はそんな高いのがいっぱいあるわけじゃないんだね。かっこいいな、群馬の景色。ここで働かせてくださいっていうコーヒー店で言わんと。県庁のなんか募集ないですか。ラジオブース。まさかのラジオに行く。それは無理ですね。群馬初めて来たけど、すごいいいところがいっぱい。楽しい。素直に。温泉好きな自分たちにとってもすごくいいしね。県庁でこんなに興奮するなんて思ってなかったぜ。こう下のスペースには子供が楽しめるスペースがあったりとか、レストランがあるのね。県庁に。これ接待とかするのかな。するやろうね。和食と洋食とある。本当だ。ホテルみたいだね。すごいね。県庁の、いや宮崎の県庁とかぐらいしかわからないから他と比べようがないんだけど、私も気軽に遊びに来れるような感じでいいね。いいね。いやー、群馬県庁楽しかったです。なんだかんだ楽しんじゃった。楽しかったね。うん。近代的というか進んでるなーって感じた。都会の方はこうなんだろうなって思って、関東の群馬で最高のないから。続いては富岡市の方に移動しまして、1時間ちょっと移動かな。富岡製糸場だったりこんにゃくパークを楽しみたいと思います。富岡製糸場近くのコインパーキングに停めてやってきました。はい、結構広そうだな。理由もありそう。教科書に出てくるところ。そうだね。鳥の実演実施。早速入っていきましょう。立派だね。綺麗だね。じゃあ楽しんできます。
なんとなく見ていたこの建物も日本とフランスの美術を組み合わせて作ってできた建物って聞くとなんか感慨深いものがあるなって思います。その建て直しをしなくていいように設計されたと、100年経ってもこのまま残り続けるように建設したみたいなんですけど、すごいなって思って、そんな先まで見越して作るのと思って。ここの最初に来たところの映像で歴史的なところだったり建物の凄さっていうところを勉強できるのですごい面白かったです。面白かったね、分かりやすくて。保存工事っていうのを繰り返しはしてるみたいなんですけど、すごいなって思ったのがサワラとか再利用してできるだけその当時のままを残そうと保存されてるのがすごいと思いました。富岡製糸場を終えまして、これからこんにゃくパークに向かいます。なんだかんだで2時間近くゆっくり左方向です。要折衷な建物がやっぱりすごかった。およそ400メートル先、ここからもう10分ほど行ったところにこんにゃくパークございますので、無料で食べられるこんにゃく料理類については4時台なのでもしかしたらやってないかもしれないですけど、それを今回は観光の最後にしたいと思います。かわいい。本当だ。メルヘンだ。無料バイキングってどうやって経営成り立ってるんですかって聞きたい。なかなかノリのいい曲ですね。うちの妻の踊りを皆さん楽しんでください。そうやね。5時半まで食べられるそうです。こちらは。美味しい。何なんだこれは。美味しい。唐揚げも美味しい。ようこそ寺田夫婦のお茶会へお越しいただきました。ありがとうございます。今日の夜のお茶会のメニューは、お茶会のお菓子は、お茶会のお茶菓子は、はい、力餅です。こちらは荻野屋の力餅です。実は動画内では撮ってないですけど、途中荻野屋の駅弁食べてきたのでそちらで買ってきました。で、あとこんにゃくパークで買いました杏仁プリンです。これはお茶菓子なのでしょうか。お茶菓子、デザートと言いますかね。はい、そしてほうじ茶を入れましたので、こちらで群馬の旅を振り返って終わりにしたいと思います。昨日も利用させていただいたんですけども、群馬県の前橋市にあります道の駅前橋赤城という道の駅に来ております。すごく新しい道の駅で、今は12月なんですけどイルミネーションがとても綺麗で、施設も本当に充実していてびっくりしております。建物がとにかく新しい。まだ1年しか経っていない。来場者なんか記念な400万人とかやったかな、年間感謝みたいなやつがあったり、勉強スペースがあったりとか、2階のところにはでっかいフードコートがあったりとか、物産館もあるし、それ以外にもパン屋さんだったりとか、人工的な温泉ではあると思いますけど、温泉もあったりとか、ドッグランスペースがあったりとか、あとなんかステージとかもあったりして、いろんな人が集まれるようなスペースになっているようです。なんで先食べてんのお前はね。今ちゃんと説明してたの。どうでしょうか。あんこが滑らかで美味しい。あんころ餅みたいな感じじゃない。
ちょっと三重の赤福も思わせるようなあんこの滑らかさだった。結構あんこが多めだねこれはね。美味しい。群馬県とても楽しかったですね。赤が多い印象が一番強いんですけど、草津温泉は無料で温泉楽しめたし、今日の無料のこんにゃくパークでいっぱい食べられたし、そんな楽しみ方もできるのは驚きだったなって思います。県庁の展望台も無料だったしね。よかったね。自然が好きな私たちにとっては関東の中でも群馬からスタートしたんですけど、関東はとてもいいスタートが切れたなと思います。関東だから運転が大変そうとか、その物価が高いとかちょっと不安だったところはあるんですけど、ガソリン代もそんなに高くなくて、楽しいスポットもあって自然も感じられて、でも楽しかったです。温泉好きな私たち、そして温泉好きな方には外せない場所になるなというふうに思いました。群馬の近くにいたら松本も食べに行けるっていうのはあれですね。それは思ったね。お、松本もあるやん。焼きまんじゅうも美味しかったし、美味しかった。食べ物本当グルメ編もぜひ見ていただきたいんですけど、グルメも安くて美味しいグルメがあるなっていうのと、やっぱ小麦パスタだったりとか、うどんだったりとかっていうところはとても美味しくて、魅力的な県だなと思いました。はい。杏仁プリン食べていいですか？はい。実は食べてください。スプーンもらってもいいですか？スプーンですか？いや、こんにゃくパークがめっちゃ面白かったな。あんなにこうカーニバル的な雰囲気だとは思わなかったし、誰の提案なんだろうってちょっと思いました。じゃあ、アミが杏仁プリンを食べたら締めたいと思います。いただきます。お、これは結構な弾力のある。めっちゃこんにゃくだな。うまい。杏仁豆腐大好きなんです私。ということで群馬の旅はこれにて終了です。関東一発目いいスタートが切れました。今後も旅は続いていきますので、ぜひ見てください。はい、それでは今回の動画はここまでです。私たちの動画が少しでもいいなと思った方はチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。寺田夫婦でした。さよなら。さよなら。伊香保温泉街からめちゃくちゃ山をもうめっちゃ登ってきて春名湖までやってきました。はい、右手に見えてるのが春名湖、こちらはカルデラ湖だそうです。ワカサギ釣りが有名みたいだよ。私やってみたいんだよね。ワカサギ釣り？こうやって氷の上からやるやつ。そうそう。春名湖名物。写真にあるのはこの山だね。この山の後ろに夕日が来た時に綺麗に、こちらが春名湖に行く途中にありました高根展望台です。標高1029メートル。うわ、すごいね。ちょっと霞んではいるけど、この山のふもとに家があるところがあるんだね。結構何か所もこう見るとあの山からこうふもとにかけて家が並んでるわ。群馬って標高こんな高いんだね。山が多いね、本当群馬県。3、2、1、ふっけー。何段あるんだこれは。スライダーでシューって下降りていきたい。夜に一人だと怖いだろうね。338メートル462段。また登って帰るのが大変だ。